龍神様と揚げパン餃子、最強の夫人。どうも、ドキュメンタリーナレーションの小麦です。先日スタンド FM で川口社長と初の雑談コラボをしましたが、明日の3月23日もユーミンさんという方とコラボをする予定です。ユーミンさんは理容師やリンパケアセラピストの知見とエンパス、共感力を融合した自律神経を整えるスマイルケアメソッドで本来の免疫力を引き出す支援を行っています。そのような方とスタンド FM でコラボできるなんて感激です。次回また報告しますね。さあ、早朝パン粉ね。餃子を作ろうと思ったら生地に酵母を入れちゃった。しかもわざわざ前日にサワー酒酵母を起こすという経緯を経て、どこかで気づかなかったのかな、私。明日は餃子だよって。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。概要欄には米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所、ハッピーシェア小麦店などいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉は魔物飯。コメント欄に書いてみて。本日の記事は米ぬか 20%、加水率 65%。分量の詳細は概要欄を見てね。神様、また私間違えちゃった。神様に今日のうっかりを報告しよう。口を開けた右向きの竜に見えない？おはようございます。今日は雨予報なのにいい天気。少し雨雲が近づいてるかな。あたごさん、おはようございます。神社の後、買い物が終わったら雨が降り出した。三分咲きの桜よ、来週まで耐えておくれ。なぜか発酵している生地をこねましょうか。しょうがない。餃子の種の材料も買ってるし、今日は餃子あん入りの揚げパンにしよう。今日は破壊力のあるランチになりそうだ。こんな日に限って生地のコンディションは最高。さすがだね、フライパン優先発酵システム。Nanya Kusaiwa. 仲良くシェアしてますね。 Sodni Gatai Shedaloo Nico Ondi. 綺麗に擬態してますね。Kono Nico Pikui Tomo Shihinin. Asashua Sodi.
Labano Lady Katawa Namolu Kami. 私、チョロコさんに守られてる。Hiyaku la kuju ga kilo wo nagalu nitawulu. 大谷かな。そんなこんなで揚げパン餃子を作ることに決めた本日3月22日。3月22日は放送記念日。1925年大正14年のこの日、東京放送局、現在の NHK が日本で初めてのラジオ放送を開始したことを記念して制定されたんだ。第一声は、あーあー聞こえますか？当時の愛宕山から送信されたんだって。出たね、愛宕山。私やっぱり何かと愛宕づいてる。愛宕の神様推しになってから愛宕というワードが怒涛のように押し寄せてくる。これはラス、毛様体不活系の検閲システム。潜在意識が私に愛宕愛宕と言ってくる。愛宕さん好き。さて、最高にコンディションの良いこのパン生地。餃子を作るつもりで間違えたとは思えない量生地だ。今回はこの生地を12等分にして餃子のあんをたっぷり詰め込んでやろう。餃子のあんはこちら。ネギをたっぷり使ったあんは美味しいよね。ただ、ネギ系アレルギー持ちだから目玉を取り出して洗浄したくなるくらい痛いんだ。美味しいものに犠牲はつきもの。美味しい餃子パンを食べるためなら、喜んで私の目玉を差し出しましょう。私、キモいな。味付けはシンプルに。生姜にんにくオイルと合法パウダーとオイスターソース。そして軽く醤油を一回し。引き算の料理。これだけで十分だ。粘りが出るまでしっかり混ぜるよ。あんも12等分にしておこう。きのこ汁を作ろう。舞茸としめじとネギのスープ。きのこのうまみだけで最高のスープになる。ネギはぶつ切りでいい。
やっと目玉の感覚が戻ってきたよ。それじゃあ餃子パンを成形しよう。しっかりと閉じたいので今日も棒ロール成形だ。丸く平たく伸ばした生地の上にあんを乗せて棒状にロールする。簡単だけど並べるとなぜかかわいい棒ロール。棒ロールを12本作っていくよ。この成形はあんをたっぷり詰められるから好きだ。しっかり閉じているつもりなんだけど、揚げていると剥がれてくるんだよね。まあこれだけ詰め込めば剥がれもするか。最後の1個をローリング。寝かせている間にスープを完成させようかな。おやすみローリー。きのこ汁の味付けは白だしと合法パウダーとごま油。こちらもまたシンプル味。足し続けた味付けに疑問を感じる瞬間が年を重ねるといつかやってくる。その時が引き算のスタートだ。食材にも味があると理解する瞬間なんだ。若い頃には気づかなかった感覚。たっぷりの油で揚げていくよ。閉じ目が開いてくる子がいるね。こんがりチョロコの腹毛色に揚がったら完成だ。やばいビジュアルだと思わない？これもう魔物飯だ。さあ魔物を量産していこう。揚げる音、揚がった色、表面の感触。私の五感を刺激する。恐ろしい子。
ちょっと不揃いなのはご愛嬌。米ぬかカラーの微妙な色の生地が最高の揚げ色になる。揚げパンってこれだからやめられないよね。カロリー知らん。人間は昔からこの揚げ色にひれ伏してきたんだ。その昔、油が税金として納められていた時代があった。当時の人々からすれば、揚げパンはまるで王族の食べ物に見えるだろうね。いただき物のモンブランクリーム。私の体は皆さんの優しさでできている。きのこたっぷりのスープ。これが美味しいんだ。揚げパン餃子が完成したよ。それではいただこうか。パッと見何が何だかわからないパンだよね。でもね、このチョロコの腹毛色の中には魔物が住んでいるんだ。ほら、一口食べてみてごらん。食べるのをやめられなくなるんだよ。恐ろしい無限揚げパン。油たっぷりなのに口当たりが軽い。パンのくせになぜかご飯が欲しくなる。とっても危険なパンなんだ。晩ご飯にも残そうと言っていた旦那氏。秒で平らげてしまったよ。なぜか酵母を入れてしまったおかげで餃子になり損ねた揚げパン餃子。美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？魔物飯。